れでは男性陣の皆様、席替えよろしくお願いいたします。女は子供を産むリミットも限られています。だからこそ33歳の誕生日の衝撃から冷めやらぬうちにゴールを結婚にセットしました。ではまたここから1分半の自己紹介タイムです。目的が決まれば手段は問いません。友達の既婚率が高まれば合コンなんてほとんど開催されませんから、自然な出会いは期待せず結婚相談所に登録しました。よかったらお話ししませんか？ありがとうございます。お好きなんですか？大好きです。結構人います。よろしかったらお話ししませんか？一流のものを覚え、磨きに磨きをかけてきたんだから。引く手あまたよりどりみどりのはずが、なんでこんなことになっちゃってんでしょう。結婚紹介所に登録されている男性の方々は1にも2にも女性の年齢を気になさるんですよ。家庭を持ちたいという男性が女性に求めるものはルックスや社会的能力よりもまず生殖能力ということですよね。頑張ってキャリアを築いてこられたお嬢様たちには残酷かもしれませんが、それが現実なんですよ。条件を下げてみてはいかがでしょう。条件を下げるって、私の希望は30代で年収1000万、身長175センチ以上って3つだけですよ。その条件の男性は新卒の女性が狙ってますから、中には大学生の方も。新卒って就職活動じゃないんだから。いえ、そうなんですよ。うちにいらっしゃるお嬢様たちは就職活動と同じように準備されてきてるんですよ。はあ。それから一つアドバイスさせていただきますけど、その装いもう少し考えられた方がいいですね。はあ、どこが悪いって言うんでしょう。一目で高級品だと分かるものばかり。それじゃあ贅沢好きのお金のかかる女だと主張して歩いてるようなものですから。うちにいらっしゃるお嬢様たちは見えないところにお金をかけていらっしゃるんですよ。ピカピカな肌とかツヤツヤな髪とか、それからそのネイルモード系ですよね。もうちょっとベージュとか清潔感のあるものがいいと思います。あと髪の毛は言い訳ないので仕方ないと思うんですけれども、もうちょっと女性らしく華やかな感じの方がいいと思うんですね。なんていうんですかね、全体的に女性受けするファッションだと思うんですよ。バリバリ仕事しそうな感じなんですけれども、もうちょっと男性受けするような。背だけしか食べられないんですか。ご主人のクルーザーすごい素敵よね。主人の？本当じゃあ今度はミノルさんご主人でみんなで行きましょうよ。奥様ですか？はい。ご主人浮気してますよ。まあご丁寧にありがとうございます。
動じるわけないじゃない。だってあの奥さん自分も若い男と浮気してるんだから。なんで私が知ってるかって？それぐらい有名なのよ、仮面夫婦だって。由緒正しい家同士の結婚では珍しくないらしいけど。あなたさ、遊びでもメリットがあるって割り切って付き合ってたんでしょ？そうですけど。でもアンナさんは怖くないんですか？結婚してないとか。椅子取りゲームから一人だけあぶれちゃったみたいじゃないですか。何なんですかその目。追い打ちかけるようで悪いけど、私結婚してるから。嘘。だってそんなこと一言も言ってなかったじゃないですか。別居婚だから。それに私からの養育費で暮らしてるような男だし、人に話すようなことでもないでしょ。養育費って、子供もいるんですか？で既婚。40過ぎて油断してたのよね。そしたら向こうが育てるって言うから、旦那に愛情を持つのは難しいけど、息子は可愛いよ。アンナさんも一人じゃないんだ。おまけみたいなもんよ。私は一人で生きてくって覚悟を決めてたんだから。おまけ。今殺意覚えたんですけど。若い女に嫉妬されるって悪くないね。いらっしゃいませ。高之の婚約者。お前みたいな女がどんなに頑張ってもこの毒物女にはかなわないんだよ。いかがいたしましょうか。マルガリータ。かしこまりました。それってマンハッタンですか？ええ、父に教わってからこのお店のじゃないと飲んだ気がしなくて。もしかして読者モデルやってたミヤさんじゃないですか？私ファンで。あやさんでしょ。高之さんと付き合ってた。高之さんから聞いてます。ニューヨークに行ったんじゃなかったんですか？言ったけど。離婚したんですか？どうして？ごめんね、横取りするようなことしちゃったのに。結婚したら思い出しちゃったの。私小さい頃お花屋さんになりたかったなって。
私がバカだったんです。結婚相手はこういう人じゃなきゃってそれだけしか考えてなくて、自分が結婚に何を求めているのか、結婚したら何をしたいのかなんて全然考えてなかった。最高の条件の男と結婚できたって舞い上がってるうちは幸せだったけど、だんだん分からなくなってきちゃって。つまりはこういうこと。理想の結婚相手ってその男自身が魅力的である必要なんてないの。妻のやりたいことを第一に考えてくれる男。あの中に私の主人がいます。さあどれでしょう。みんな同じようなもんだってひどいな。でも私が一番そう思ってるよ。島田康成、42歳、小さな会社を経営しております。あまりこういう席は苦手なんですけど、趣味は、偶然ミアと遭遇してから私1週間に2人以上会うとノルマを決めたんです。仕事みたいに3ヶ月で30人弱の人に会って、その中から今の旦那に決めました。結婚はすると決めたら簡単なんですよ。独身の女性たちだって分かってるはず。だけどみんなすることに価値を見出してるんじゃなくて、条件のいい人とすることが重要だから結婚できないししないんです。僕はインコをセキセイインコを飼ってまして、結構ね喋ったりなんかもしまして、なんか行ってきますとかいろいろ言ってくれて可愛いです。できたらなんか鳥とか好きな人と知り合えたらいいななんて思ってます。美味しいもの食べたりも好きなんで、好きな焼き鳥とかも大好きです。はい。よろしくお願いします。あれが私の夫の正人さん。総合商社に勤務する39歳。年収は900万円。佐賀県出身の次男。共に中学教師だったご両親は長男夫婦と同居し、悠々自適の年金暮らし。だから将来介護の心配もないし。僕にもやりたいことはあります。でも妻になる人にも同じように夢や目標を持っていてほしいし、その人がそれを叶えるのを僕自身の夢や目標にしたいんですよ。ね、悪くないでしょ。まだだね。こっちがいい感じ。こっちはね、もうだいぶいい感じ。これからも皆さんと楽しいマンションライフができますように。乾杯。はい。よろしくお願いします。ああ、いい匂いだ。いただきます。それに彼37歳の時にここ豊洲のタワーマンションを買ってるんですよ。私と合わせて世帯収入額面1700万円ね。全然悪くないでしょ。うまい。うわ、すごいやつ。ごめん。ありがとう。そう、うまい。白馬に乗った王子様なんていないんですよ。危ない。うまいですね。
昔六本木ヒルズを見上げてセレブの缶詰だって思ったけど、ここは中流ファミリーの缶詰みたいです。子供の頃から素敵でロマンティックになると信じていた自分の人生の物語は、実はそこそこよくあるお話だったんだなって感じています。自分という人間が唯一無二の主人公じゃなくて、エキストラの一人にでもなった気分。あ、でも私幸せですよ。どうかした？元気ないんじゃない？そんなことないよ。そういえば最近マンションの最上階にエビちゃんが引っ越してきたんですって。エビちゃん、そうちょっと値段が私幸せですよ。マンションのグレードが上がったらなんで？もう分譲の人のものなのに勝手に使わないでほしいわよね。ねえ、マナーも悪いのよ、持ち家じゃないと。本当ね。幸せですよ、毎日。迷惑よね。やっぱ元気ないよ。具合でも悪いの？大丈夫だって。本当？うん、本当。猫の子もいいけどさ、早く孫の顔も見せてあげたいね。ええ、私は幸せです。ずっと何者かになろうと必死になってきたけど、エキストラだっていいじゃないですか。意識の高さを捨ててしまえば、この生活はものすごく幸せです。月が綺麗だね。あれ？昔もありましたよね、こんなこと。何どうしたの？ぼーっとしちゃって。幸せだなーって。後ろだとしても足跡残すわ東京東京東京イェイパーのリベート仕事も恋も7センチヒール諦めないの欲望自動レベルコンプリートに必要なアイテム果てしなく続くどこかの誰かに踊らされてる Let's dance そんなことしてるわどこかの誰かに踊らされてるでも踊り続ける Let's dance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 
女も40近くなるとさ、勲章をぶら下げたくなるもんだと思うの。だから偉いんだって子供は。だって女に子供以上の勲章ってあんの？何これ。マサトはさ、赤ちゃん欲しくないの？ねえ聞いてる？いいって。この家にはさ、あなたと私2人しか住んでないんだよ。